国産の畳表以上にその工業製品の畳表が流通してる。便利なやつがあるんですわと言ってるのは誰や。今こそいぐさの良さをお客様に世界に伝える必要があるんじゃないかと。もちろん畳表は表情を変えていきます。黄色くなります。でもそれこそが俺結構好きな畳の要素で、いぐさにはいぐさの良さがあって、どうかいぐさ離れを起こさないで草の上で暮らすというね、尊い暮らし方楽しんでもらいたいですね。それはね、もうね、世界中の人に。4代目畳屋達三杉本祐一です。今日は熊本を襲った大雨、8月10日から11日の大雨の日から10日ほど過ぎた8月21日です。時間は5時48分。畳の納品を10畳ほどしてきまして、その流れで近くの海に来ております。大雨でいぐさを育てて畳表に仕上げて畳屋さんに納めてくれている、農家さんたちも大変な被害に遭われました。今日はそれを受けて急遽まだ伝えたいことがまとまりきらない中なんですけれども、3つに分けてお話できたらと思ってます。一つはなぜこのような動画を撮影しようと思ったのかで、もう一つはその、熊本の畳表産地を襲った大雨による被害状況。現段階ではまだ JA の職員さんも18日からようやく盆を開けて調査に取り掛かれたということで、決して確かな数字に基づく話ではないかもしれないんですけど、今聞こえてきている話をお伝えしようと思います。そして3つ目が、その熊本から届く畳表の何が素晴らしいと4代目畳屋達三は思っているのかと、そこをしっかりとお伝えしたいと思うわけでございます。宮津湾の状況はこんな感じで、もっとね泣いでる時は泣いでるんですけど、おそらくこう海からの風がこのコンクリートの護岸に当たって、チャプチャプなってますね。そんな宮津湾に来ております。そしてお尻の下には地球を旅する畳さすらいディオくんがいらっしゃいます。クッション性もあっていいですね、プカプカするには。それでは一つ目のなぜこの動画を撮らなければと思ったかという話です。繰り返しになりますけど、8月10日から11日にかけて熊本の至る所で浸水被害が出て、畳表の産地である八代地方も、大きな被害を受けました。そして畳表自体も被害を受けましたし、それを生産してくれる農家さん自体も被害を受けられていて、今でもまずは片付けだということで、例年ならばお盆が明けたら畳表を織り始める農家さんたちが取り掛かれない農家さんも多くいらっしゃると聞いています。そんな中で畳屋さんにできること、畳屋達三にできることは何だろうかということを、お盆の間思ってたわけなんですけれども、それはもちろん今まで通り熊本の畳表を使わせていただくこと、これは大切だと思います。でもそれ以上にこの困難な時期を乗り越えて、畳屋さん自身がこの自然の、生活素材であるいぐさで織られた畳表から離れてしまうこととか、これまで畳を楽しんできてくれた人たちが畳から離れてしまうこととか、そういう悲しいことができるだけ起きないようにしたい。そして今大変な農家さんたちが立ち直るどころか、また発展を目指して生き生きと頑張っていただけるようになっていただきたいと
いう思いから、これまでから、伝えたかったけれどまとめきれなかったことをまとめきれないままでも伝えたいという思いで撮ってます。それで撮らなきゃ、撮影しなきゃって思わせられた、思わざるを得なかったくらいの今耳に届く八代地方、畳表の生産地八代地方の被害の状況とはどんなものなのかっていう話が2番目になります。それではその被害状況なんですけれども、いくつもの種類にどうでしょう、多層的になってるなと感じております。4つくらい課題があるかな、被害の状況によって。まず1つ目は、完成された畳表が保管されている場所、それは畳表の問屋さんの倉庫になるんですけど、そこに保管されている畳表の下層部分が浸水被害によって水に濡れてしまって、畳表として使えなくなった、商品として使えなくなって、捨てざるを得なくなりました。その量どれくらいかまだはっきりとは分かってません。それから今のは問屋さんの話、次からは農家さんの話になるんですけど、農家さんが今年の6月から7月に収穫したいぐさ、このあと畳表を織り上げていくための材料となるいぐさ、それが浸水によって使えなくなった。ある農家さんでは保管しているいぐさの1割が捨てなくちゃならなくなったという話もあったりします。この最初の2つの被害は目の前の流通量の減少っていう形で畳業界全体に現れてくると思われます。さらに心配しているのが、これが3つ目ですね。先ほど6月から7月にかけていぐさを収穫されたという話をしましたけど、その後8月苗と呼ばれる苗を植えられています、農家さんたちは。この8月苗と呼ばれる苗はその後どう使われるかというと、11月末ですかね、本格的に田んぼに苗を植えていぐさをごーいと育てていくぞという、その一番最初の、赤ちゃんみたいな存在なんですね。その赤ちゃんの苗がかなりの量、かなりというと表現難しいんですけど、一部の地域では、浸水を免れたところもあると聞いてるんですけど、かなりの広範囲の苗が、今回浸水によって一度水にさらされてます。これ結構怖い話かなと思ってて、おそらく農家さんもこれからその苗たちがどうなっていくのか予測も難しいんじゃないかなと思います。と言いますのが、どんな作物もですけどそれぞれに適した環境で育てるっていうことはきっと大切なんだと、私農家さんじゃないのでそんなに詳しくないんですけど、つまりどんな作物にも適した土の状態とか水の状態とかが必要なのに、それが洪水のような形で、浸水してしまうっていうことは、いろんな場所にあった成分が混ざり合って8月苗のところに、いぐさの赤ちゃんのところにやってきてしまったってことなんですよね。しかも長時間にわたって溺れちゃってた。これが来年の収穫に結びつく8月苗がそういう状況になったということで、最初の2つの今年の流通量の話じゃなくて、今年の畳表の話じゃなくて、来年の6月から7月に収穫されるいぐさ、その品質とか量に影響を与える。だから熊本の農家さんたちは少なくとも今回の水害によって1ヶ月とか2ヶ月とか半年の間不安な生活を過ごすとかじゃなくて、今年の1年はもちろんだし、来年の収穫量にもだし、もしかしたらこのことで土が弱ったりしてしまったらもっと年月を要するかもしれないんですよね。でさらにはですね、もう一つ大変な被害がやっぱり目の前の機械設備とかいぐさや苗の
話もそうだけど、それを作っていくための設備の被害もあると思うと、その現状復帰も目の前にすごくのし上がってるなと思うわけですね。ということで、保管している畳表、そしていぐさというせっかくこれまで作ってきたものが傷んだことによるこれから1年の畳表の流通量とかに関わる被害と、苗もやられてしまったかもしれないという来年の畳表の生産に関わる被害で、そして機械設備とか建屋の被害、ただただ水害といってもすごく長い戦いになるんだろうなと。この長い戦いを応援したいな。熊本に畳表の生産者さんを訪れた時には一席を設けてくれて、支払いは任せとけと言ってくれる先輩方がいらっしゃるわけで、もう夜中1時を回ってしまうと正直熊本弁が聞き取れなくて一人、寂しい思いをする夜もありましたけれども、そんないくつかの被害を受けて畳屋達三が何を心配しているのかというところも話さなあかんですね。その前に現在の畳表生産者さんの状況っていうのもお知らせしなきゃならないかなと思います。2024年調べの、農林水産省さんの数字によると266件の畳表生産者がおられましたと、直近の数字ですね。じゃあその10年前はどれくらいの生産者さんがいらっしゃったかというと500件超え、530何件とかだったと、つまり半減してるわけですね。その原因を語るのはちょっと今回は避けさせていただきたいと思うんですけども、もう一つの数字がありまして、こちらはすいません、とてもあやふやな数字です。私が、約25年前から、この畳の仕事に携わらせていただいてるんですけど、20年前の畳表流通量の、8割は、中国産であると。そして、1割だかもうちょっとだったとは思うんですけどそれが国産と。その国産で一番生産量が多いのが熊本県八代地方だと。でその他っていうのが天然いぐさじゃなくて、中国産でも国産でももちろんいぐさではない、それを工業製品のような表なんですけどね、ビニールのような、ちょっとビニールとは違うと思うんで正確ではないと思うんですけど、石油化学製品で織り上げられた畳表、あと紙を丸めて一本のいぐさに一本一本のいぐさに見立てて織り上げられた畳表、その2種類がだんだんとシェアを広げ出したのもそのあたりの時代で、天然いぐさではないもので織り上げられた畳表が流通してました。でその数字が今どうなってるかというと、これも肌感というか問屋さんとかと話しての中で、感じてる言われてる数字、国産の、熊本の農家さんが半減したっていう話ありましたけど、そんな中で国産の畳表の流通量は変わらず1割くらいと言われてます。で中国産が7割になったと、8割から7割になったと。もう今はもっと進んでる可能性すらあります。国産1割中国産7割っていうことは、残り2割は何だというと、国産の畳表以上にその工業製品の畳表が流通してる倍くらいという状況が広まってます。なんででしょう。それはもちろん国産の畳表の製造量が減ったというのもあるかと思います。製造量が減るのが先か、それを選ばない人が増えるのが先かっていうことなんですけど、じゃあそれを選ばない人って誰ですか。私はね、最終的に畳を選ぶ立場にあるお客様じゃないような気がしてるんですね。もちろん工業製品の畳表を知ってそれでしてほしいというお客さんもいらっしゃいますけど、
それ以上に最近聞く悲しい話は、いぐさを使った畳表よりも工業製品の畳表が素晴らしいと言って、いぐさでできた畳表を仕入れさえしない、安定価格で安定品質で便利なやつがあるんですわと言ってるのは誰や？畳屋さんです。そんな畳屋さんがどんどん増えてると、これはね、一軒一軒回って調べたわけでもないんですけど、一軒一軒回ってる問屋さんが言われてます。問屋さんも楽かもしれませんね。なんせ目利きがいらん。メーカーが作ってきた工業製品はほぼほぼ一緒ですよ、いつも。けど農業製品はね、もちろん一人の農家さんがこのクオリティで作り上げましたっていう品はすごく整ってるんですけど、じゃあその良さが見抜けるかとか、それに、値段がつけれるかとか、その違いをお客様に伝えることができるかっていうのが非常に大変だから、今回の被害を受けて畳屋さんにこそ言いたいんですよ。いぐさ離れをしちゃダメだと。畳屋さんこそが今こそできるだけいぐさ離れせずに、いぐさの良さをお客様に、世界に伝える必要があるんじゃないかと思うわけです。ここで安易な方向に自分たちが歩みを進めて、それをいかにもいいことかのようにお客様を誘導してしまう、そんなことにはなってほしくないなと思うわけでございます。そんなことにはなってほしくない。そんな今だからこそ、拙くても思いがまとまってなくてもいぐさを使った畳表の良さを話したいと思います。そもそもね、畳ってほら昔からあったんですから、石油化学製品もない時代からあるんで、そもそも自然から生まれた素材で作られてました。いぐさを使った畳表で、そして中身は稲わらですね。お米を収穫した後残った稲わらを、その頃は人力だったんで圧縮度は低かったと思うんですけど、幾重にも重ねて畳の中身である芯材を作ってます。でそして畳べりですね、畳の端っこにこのやつは綿とか麻とか、うちにもね富士で織られた畳べりが残ってるんですけど、そういう身近な素材で織り上げられた畳べりで、それらを人が糸を使って縫う力で3つの素材を掛け合わせてたんですね。だからこそ、もちろん畳表は紫外線を浴びて、太陽の光を浴びて表情を変えていきます。黄色くなります。それから藁は柔らかくなってきたりするし、綿のヘリは紫外線で脱色してきたりします。でもそれこそが俺結構好きな畳の要素で、色が変わるのが悪いとかじゃないんですよね。それはもう革製品も一緒やと思うんですけど、使うごとに財布にちょっとシワが寄ってくるのもなんか自分だけの財布育てみたいなやし、ギターもちゃんと弾くことで良くなるようになるって言われますけど、それもなんか本当なような気がしてて、もう指から出る分泌物とかもあるかもしれへんし、音を鳴らし続けることによって木に与える影響もあるかと思います。でその反面、やっぱ古いギター、僕のギターもそうなんですけど、塗装が割れてきたり経年変化で、それがまた俺は汚れとかじゃなくて、傷であってももう自分が引いてきた勲章というか味わいの一つとして愛せると思うんですよね。そんな素材が多分ね、世界中にはいくつもあると思うんですけど、なんかその素材が弱いかのようにね言って工業製品の畳表を勧める人もいるんですよ。いやいや、そういう素材たちってほったらかしたらそれはダメですよ。ギターだってカビ生えるし、革だってカビ生えるし、畳表だってカビ生えます。そら生えますよ。でほったらかしても大丈夫な畳表ですっつって紙のやつとかビニールのやつを勧める。そんなほったらかしていいものってそんなありませんって。
これも個人の思想みたいなもんかもしれないんですけど、そうだからそれは自然のもんなんで、湿度と気温が高まれば栄養たっぷりのイグサ君にはカビがやってきてわーいっつって繁殖しますけども、例えば私が倉庫の管理する上でやってるんですけど、朝夕30分ずつ冷房クーラーをかけると、もうそれだけでカビの入る要素である湿度と温度両方とも下げることができます。するとカビなんか生えません。ちょっと話飛びますけどね、ギターの管理もよう言われるんですけど、人間が不愉快な状態で放置しちゃダメよって話です。人間が快適に感じる気温湿度に整えてやるとカビ生えません。そのカビの除去の方法はまたね、今年の梅雨わざとカビを生やかした畳で実践してますんで、その動画をね公開させていただきますんで、それもよろしくお願いしますということなんですけれども、でもそうやってギターや革製品のようにグローブ磨いたりね、スパイク磨いたり、お財布があったりキーホルダーにもあったりするんですけど、大事に使ってやるとね驚くほど長持ちします。それと一緒で畳もそうやって手を入れてやりながら使っていただいたら、あら気づいたら100年なんてこともあるんですよ。ちょっと気にかけてやってたら新しい状態の青い畳表からあら一月もすれば少し薄れてきたかしら色がみたいな、1年もすれば青とから黄色へ変化していく途中の何とも言えないね色味が出てきて、で5年くらいも経つと今度は黄色へ寄っていくと。でその期間ねちょっと光を反射するくらいの艶やかなね変化の仕方さえもするんですよね。10年したってその艶やかさは続くものもあります。やっぱり育ちのいい草を厳選して織り上げられた畳表なんかはね、もうね月日が経ってもねどんどんキラキラしてくるようなね、落ち着きがあるけどなんかきらめきもあるようなねいい感じになっていくんですよ。そうやって皆様の人生の月日が流れるのと同期するように表情を変えて手に入れた後こう育てていくというか、自分ならどんな育て方できるかなくらいの勢いで楽しんでもらえたらね嬉しいんですけど、でそうしたらさ、あら工業製品の畳表より流し持ちできたわっていうことだって全然あり得る。逆に便利と言われて手がかかりません、色が変わりません、シミがつきにくいです、擦れたやつが衣服につくことはございませんってね、そういういいところのようにして全てをお伝えされたお客様はね、手がかからないからと思って使っちゃうんで、やっぱりね傷み意外と早かったりするんですよね。だから完璧なものはやっぱりね世の中にはないんだし、いぐさにはいぐさの良さがあって、ここで畳屋さんが愛に天然いぐさの悪いところのようにいろんな面を強調して工業製品へ誘ってしまう、そんなことにねならないようにね願ってますね。もう夕闇に包まれだしましたね。赤と青が美しい時間になってまいりました。最後にちょっとね打足かもしれないですけど、一個だけ過激発言かな。 SDGs についてね話そうかと思います。そういうの苦手でして、苦手意識もあってあんまり深く理解してないのに言うなよっていうところもあるんですけど、この話に近いようなね畳表の良さ、いぐさの良さの話をドイツ人の方だったっけな、そう畳表の良さをこうお伝えしてましたら、それこそ SDGs だっていう言葉を言われたんですよ。それ多分その言葉はドイツから来られた日本人の方かもしれないです。ドイツ在住の。なんでそう思われたかっていうと、畳って何年くらい持つのかって問われた時に本わ床の40キロくらいの重さに圧縮されたやつはもう100年以上持ちますよともう勝手に断言しました。持ちますってあれは。でさらにその本わら床を畳の張り替えを何十年かに1回でも繰
繰り返しながら手直ししてやっていくともっと持ちますよ。これは経験則なんで、誰も100年以上実験した人多分まだいないんで、そこはちょっとね正直に言っとかなあかんとこなんですけど、そしたらそれこそ持続可能なみたいなね言われたと。ほんまやそうやなと思って、なんか自然からできて生まれた素材を大事に使ってそれを繰り返し長持ちさせれて、今の消費社会とはねちょっと逆行しているわけですけど、なんか SDGs 使って消費社会作ってる人たちなんだかねって思いません？なんか違うって思うんですよね。だから一畳屋さんとしてもスローライフとかロハスとか SDGs って言葉がなくてもより直感的に目の前にある営みを大事にしたいなと思います。ということでちょっと長い話になりました、拙い話になりましたけれども、8月10日から11日に熊本県を襲った大雨の被害、これを受けての畳表産地である八代地方の被害、これにこれからきっと数年は立ち向かわなければならない生産者さんたちのことを思って、もう拙い話させていただきました。今回の話を聞いていただいた視聴者の皆さん、畳屋さんもいてほしい。どうかいぐさ離れを起こさないで、流通量1割と言われる国産のいぐさでできた畳表離れを起こさないで見守ってほしい。選んでいただくことで熊本の農家さんたちはちょっとでも救われてほしいし、まだまだこのね末永く世界の中でも、類を見ない尊い暮らし方、草の上で暮らすというね暮らし方をね楽しんでもらいたいですね。それはねもうね世界中の人に。ということで地球を旅する畳さすらいデュオちゃんの上からね地元宮津湾を背景に間もなく夜が来る時間にお話しさせていただきました。なんかまた他にもできることないか考えてみたいと思いますけれども、まずは皆さんにいぐさでできた畳表、ほんまもんというか普通の畳表の良さをお伝えしたいということで回させていただきました。ありがとうございました。バイバイ。なんでだ